今週のアップデート情報を。わっほーい。今回は長期イベントが始まるアップデなので新キャラもたくさん出そうだ。そう、なので今回は今後の展開がわかる重要情報ばかりなので注目だぜ。ではまずはじめに早めに終わらせておくべき緊急性の高いものを紹介していくよ。まずはじめに長期イベント年越しボヤージュ2024、2025後半が2025年1月24日の午前で終了となるよ。まだレアイベントが集めきっていないっていう場合は追い込みをかけた方がいいね。そう、長期イベントではレアイベントポイントでエピックやレリックの限界突破素材が獲得できるぜ。レアイベントポイント250ポイントで全ての片白を回収することできますよ。レアイベントポイント250個集めようとまでは言わないが、できる限り片白を回収できるまでポイントを集めておこうぜ。大片白なら25個で1個と交換できるので、大片白だけでも集めきっておいた方がいいね。また交換期間は1月24日から1週間後1月31日までなので必ず忘れずに早めに交換しよう。私はレアイベント100ポイント使わずに失った経験があります。素晴らしい反面教師だ。同じく明日24日に復刻イベント、カオスルセット妖精の宵闇仕立て海湾を添えて短縮版が終了するぜ。こちらの短縮版イベントではイベントポイントで、一片白や仲間確定宿死が交換できるのでそれが取れるぐらいはポイントを集めよう。素材の交換期間は1月31日で終わるので交換を忘れずにやっておきましょう。このイベントで手に入る絵札の星5メイド準備中は汎用性はそこそこだが、工場最強腕河川や白小石と相性がいいので、あと少しだが作っておくといいよ。イベントが被っているので忘れやすいが、忘れずに交換しておこう。また新年でたくさんの風結晶を使ったはずなので、必ず課題の風結晶を忘れずに回収しよう。思った以上にイベントの課題から風結晶回収できますからね。そして幻想おとぎ増資も24日に終了するよ。倉庫ポイントを一定数集めることで、4コマ漫画の1ページが見られるようにすることができますよ。ポイントが溜まっていたらもったいないので気になる漫画に使っちゃおう。そんな意識してやるほどではないけど、おとぎ増資の課題によっては強化素材も手に入るので暇なら確かめてやっておくといいぜ。続いて VS フクレイフランドールスカーレット C5 と豊里耳のみ超える80も24日に終了。復刻ガチャなんかで桜フランをゲットしたという方はできる限り集めておくといいぜ。さすがにもうみんなやっていると思うけど、片白キャンペーンの課題を終わらせておこう。各種類の片白をゲットできて、10個の課題を達成すれば貴重なエピックに使える片白がゲットできるのでやっておこう。こちらもあと1週間しかないので早めに終わらせておきましょう。そしてコウマ島も1月24日に終了するよ。つい最近新たに10階層が追加され、計530回で手強い相手が待ち受けているぜ。どうやらストーリーも追加されているようですよ。豪華報酬を獲得しながら遥か彼方の最上階を目指そう。かなり風結晶も減ったのでできるだけ登って回収したいね。またお得なお年玉パックや年末年始片白パックの購入期間が1月31日とあと1週間程度で終了するよ。特に片白パックはかなりお得なので忘れないようにだな。多分福袋お祈りとか新年キャラとかでキャラも増えたので、購入しておきたい人は多いと思うから見逃さないようにした方がいいね。学生たち諸君はお年玉をちょろっとだけ使って買ってみてもいいかも。ちなみにレイムさんの今年のお年玉はどれくらい？ありがたいことにですよ。今年はたくさんのおじさまが来てくれて数十万ぐらい行きました。いやそれ大人のお年玉やないか。ではここからはアップデート情報を紹介していくよ。いつも通り無料パックが配布されるぜ。今回は妨害式無料育成応援パックが配布されるぜ。終了期間が31日までなので1週間期限はありますが、取り忘れのないように注意してくださいね。そして新たな長期イベント新コウマ館あべこべメイド採用面接が開催するぜ。おお、コウマ館組のイベントは激アツだ。長期イベントでは期間中、様々な豪華報酬を手に入れることができますよ。本イベントでは、交換所で不片白玉片白大片白を交換することができます。レアイベントポイント合計250個で全ての片白が回収できるので、可能であれば周回しちゃおう。まだ開催されてないのでわからないけど、イベントクリアで無料で獲得できる、ヨウムのメイド衣装も衣装ボーナス対象だと思うので少し楽ですね。そうそう、対象のキャラクター衣装を所持していると、探索における通常イベント P の獲得量や、レアイベント P のドロップ確率が上がる効果が発揮される衣装ボーナスをうまく活用するといいぜ。開始日時は2025年1月24日メンテナンス後で終了日時は2025年2月に1日となっているよ。またイベントに合わせて豪華アイテムがセットになったシーズナルパックが登場。XS、S、M、L、XL の5種類となっているので、期間中にぜひご確認ください。終了日時は2025年1月31日までとなっていますよ。またショップにて長江区 L1 蘇我の戸子 L1 堀川来子 L1 の新衣装が登場。今回登場する新衣装は、2025年1月24日のメンテナンス後より開催されるイベント新コウマ館あべこべメイド採用面接にて、衣装ボーナスの対象となっていますので気になるキャラがいれば交換しましょう。
続いて VS フクレイのフクレイボスが更新されるぜ。コチヤ親子がフクレイとして登場。パッと見たらそれっぽいけど違うでしょ。VS フクレイコチヤサナエ L1 と VS フクレイ風見優香 H5 が復刻されるぜ。見事勝利できれば、サナエのところでは星5絵札タタイロスと、風見優香 H5 のところでは、星5絵札ならかが初回クリア報酬や確率でのドロップで獲得できるので、仲間を育てて挑戦してみよう。タタイロスとはそうでもないが、風見優香 H5 のところの星5絵札ならかは相性がいいキャラが非常に多いので積極的に周回しておこう。ならかは周回しておくといいのね。イベントも面白そうだし、優秀なフクレイ絵札も回りたいしいいキャンペーン続きだ。そしてさらに、お使い経験値3倍キャンペーンが開催。ではここからはみんな大好きガチャ更新情報だぜ。まず激しく来そうのファウンディングエクストラフェスお祈りが開催中。水エクストラ集まりすぎる夢、幻、そして百鬼夜行息吹スイカ A7.5 の登場確率がアップしたお祈りが登場。エクストラスイカの性能はどんな感じだったのか教えろみょん。こちらのスイカは火力がかなり出やすいキャラだぜ。防御力を上げて高出弾の威力を高めつつ、幻想郷と妖怪特攻の2つの後半への特攻で殴ることができるんだ。全体スペカに幻想郷と妖怪特攻の2つ持ちはやばいな。属性あり部分はほぼ 100% クリティカルを出せることが可能だぜ。ただもう少し高出弾を入れて欲しかったところではあるけどな。またもう一つ惜しいのが全体スペカではブレイクできない。単体とラスワでしかブレイクできないという欠点があるぜ。となると、ブレイク性能は他のキャラと比べると劣るという感じか。ただ火力は異常に高いぜ。弾の威力が3個へとなっていて、クックレリック顔負けの威力を出せるよ。普通は 2.5 とかだもんね。でも高出弾少ないから同じぐらいかな。コスパのいいエクストラのことを考えるとできる方なので軽く引いてみてもいいかもだぜ。ギリギリだけど次に紹介するエクストラフェスキャラを見てから引くかどうか判断するといいよ。もしかしたら激推しキャラが次来るかもしれないからね。こちらのお祈りの終了日時は2025年1月24日となっているので注意してね。まずはじめに猫と過剰とヴァンパイアエクストラフェスお祈りにてエクストラフランドールが登場。鬼エクストラ過剰憑依家猫レイステイホーマーフランドールスカーレット A17 は、エクストラフェス限定で登場するキャラクターだよ。なるほどここで来るのか。うまいな。新春キャラで集金して風結晶が少なくなった状態のこの期間を狙って、大人気キャラのフランドールの EX を出したということだな。学生人気が高いキャラクター、フランドールの猫バージョンが登場するよ。歴代フランドールはそこそこ不遇な性能で出るけど、今回は結構性能高そうな雰囲気あるね。性能については24日の18時に判明するはずなのでチェックしてみてね。エクストラフランドールスカーレット A17 は同盟の仲間、もしくは大型城で限界突破できるよ。大型城は長期イベントで2個回収できるので、今回新しく始まる長期イベントで回収しておくといいですよ。開始日時は2025年1月24日メンテナンス後で終了日時は2025年1月31日までなので風結晶がないと思うがどうにかフランファンは獲得しよう。続いて地質調査のためなら動くフェスお祈りで登場する火花曇りの魔女パチュリーノーレッジ A10.5 の登場確率がアップしたお祈りが登場。火花曇りの魔女パチュリーノーレッジ A10.5 は、フェス限定で登場するキャラクターだよ。まさかのフェスキャラ。原作再現キャラが頭打ちになって、ひねり出した答えが格ゲー作品のキャラなようだ。そこしか出せないもんね。現在かなりのインフレ時代なのでこのフェスの性能はちゃんとついてこれるのかに注目だぜ。また今回のお祈りでは、星5絵札普通の魔法使いの登場確率がアップするそうだ。普通の魔法使いはクリティカルと陽光、レーザーの威力を上げる絵札ですね。陽光タイプは確定で、クリティカル伸ばす系ならアタッカーとして優秀なキャラで出てきそうだぜ。開始日時は2025年1月24日メンテナンス後で終了日時は2025年1月31日までなので、久しぶりの A フェス弦なので性能的にどうなるのか謎だが、ファンの方はぜひ引いてみよう。またおそらく同時期にイベントのバナーを見るとエクストラレミリアスカーレットっぽいのとエクストラ小悪魔っぽいのがいるので、こっち派の方は風結晶をこっちに回すようにするといいぜ。いやエクストラフェスのバーゲンセールやないか。これは超フェスバーゲンセール時代を思い出させられるね。ちなみにエクストラフェスが2体出ても長期イベントでは2つまでしか獲得できなかったので使い方には気をつけてね。あと本命輪だけ見せていないので、ワンチャン後半でエピック、なんて可能性もあるね。続いて引き直しガチャが開催されているぜ。このお祈りでは、引いたキャラクター1人を一旦キープしておくことができ、開催期間中に確定させることで、そのキャラクターを仲間にできるお祈りとなっていますよ。前回紹介した引き直しお祈り優先すべきあたりキャラまとめで紹介した14戦のキャラを参考に狙っておくといいぜ。終了日時は2025年2月13日と約1ヶ月ぐらい期間があるので粘り強く狙っていこう。そして今年も1年に一度だけ引ける福袋ガチャが更新。早速今週のラインナップはどんな感じなのか教えろみょん。まずはじめに攻撃式プラス箱和式のラインナップを見ていこう。
こちらのエクストラ以上のキャラはエクストラヌエとエピック小傘だな。ヌエは火力アップを得意としていて、燃焼を巻いてインコーで攻められるぜ。ただブレイクがしにくいとか属性がバラバラとかで結構扱いづらいところがあるね。小傘は単体性能なら、現在でもトップクラスだぜ。自身の陽光クリティカルを4段階アップを持っているのが特徴だな。逆に言うと仲間への支援力はちょっと劣るね。野球してるのにまさかの仲間に頼らない方なのね。他超フェスはかなり優秀なのがいるね。走行散るのはセットアップが非常に半端なくて優秀だぜ。スキル3の爆発的な上げ方やばいね。ただ特攻範囲は低めなのでクリティカル命中を上げてもらえるキャラを編成した方がいいね。サナエは支援力が素晴らしくかなり優秀だぜ。両項目属性なのでレリックユユコパーティーに入れられるしね。ただ霊力が初期ターン3までたどり着けないなどはあるね。超フェスパチュリーもインフレ時代に登場しただけありブレイク力も高く攻撃力も高くて強いぜ。超フェスよっちゃんはさすがに2021年の古いキャラな性能なので外れ枠だな。飛び抜けてぶっ壊れはいないけど、外れも少ないって感じですね。そんな感じだね。推しがいるなら引いてもいいかもって感じのラインナップだぜ。続いてのラインナップは速攻式プラス技巧式。私の需要をちゃんと聞いてここまで我慢できた君たちは素晴らしいです。究極の神ラインナップなのでこちらは必ず引きましょう。なんとこちら全員大当たりな部類。外れがないし、そこそこっていうのもいないの？いません。全員優秀です。ジェニック現月は相性のいいクリティカルの強化とダメージ増加を得意としていて強いぜ。レリックマリサ派持っている人は多いが、速攻式のテンプレ最強性能キャラだな。その他超フェスも全員トップクラスで有能な性能をしているぜ。詳しいキャラ性能を知りたい方はこちらを見るといいですよ。確かにエクストラ以上のキャラ2人はトップクラスかつ超フェスも全員トップクラスの有能キャラなら引くしかないよね。私もレリックマリサとジェニック現月持ってるけど、こちらは引く予定だぜ。続いて紹介するのは支援式プラス防御式だぜ。こちらは引いてもいいかもという感じのガチャだぜ。外れという外れがいないな。まず水着シオンはクリティカル面を爆発的に上げつつデバフも強烈に乗せてくれる優秀な支援式だぜ。ちゃんと陰光燃焼タイプなのも好印象なキャラですよ。自分へのバフも優秀かつ支援式なのに有利属性へのダメージ増加持ちでかなり殴れるキャラだよ。またスキルのターン短縮も持っているぜ。色々できて優秀ですわ。レリックフランは防御式不遇時代に生まれたキャラなのでバフ性能は高くないけど、支援さえあれば高い高出弾と幻想鏡特攻持ちでスペックは高いのでうまく組み合わせると結構強いぜ。そして取り巻きの超フェスは前回の評価爆上がりでも紹介したように、3ターン無敵にさせることができる超フェスレティがいるのがいいね。今の防御式らしくちゃんとクリティカル面の強化が得意なキャラになっていて新春マリサとも相性がいいんだよね。また超フェスサトリも非常に優秀なキャラだよ。ターン数はちょっち短いが味方全体のクリティカル攻撃を3段階4段階アップにていい。味方全体のクリティカル命中を4段階アップにていを持っていて、クリティカル強化は一級品だぜ。火力に関しては全体攻撃に妖怪特攻を持っていて自身のクリティカル攻撃力強化で大ダメージを出せるよ。テンプレ最強キャラすぎでしょ。しかもブレイク力も高くて霊力配布なんかもできるので非常に優秀な超フェスだな。おそらく超フェストップクラスのキャラだぜ。他アリストレイ戦の超フェスも働けるレベルではあるので引いてもいいと思うぜ。これは案外いいラインナップですよ。続いて紹介するラインナップは妨害式プラス回復式だぜ。まずエクストラフェス以上のレリック沖縄後半への特攻をバンバンに積んだスペカを持ちがっつり殴れて、味方の禁止を2つ解除できるキャラだぜ。またブレイクも高いのでかなりの優等生キャラですよ。エピックフランは妨害式らしく相手のあらゆる面を低下させるのが得意なキャラだぜ。ただちょっと恩恵の薄い効果や特攻範囲の狭さなど短所があるね。その他超フェス式様なんかがいるのは熱いですね。超フェスメディスンは禁止解除が得意でドッキリと陽光アップを得意としているから結構使えるよ。ただフェスが2人いるのがちょっと引きづらいところだな。聖者は比較的新しいから使えるレベルだけどな。まだ禁止解除枠、優秀なデバフ枠が少ないという方はかなりありなラインナップですね。ラストのラインナップは技巧式だぜ。こちらのラインナップはバッチラインナップだな。優秀なエクストラフェスが3体もいてめちゃくちゃ豪華だけど、その他の取り巻きはもう古くてインフレに飲まれた超フェスですからね。運営もわざとこの並びにしたのでしょう。先ほども言ったようにエクストラフェス以上はとても優秀。もし今年第一だったので運気あるよという方は引いてみてもいいかもしれないぜ。天国と地獄のなかなか面白いラインナップなのでそそられるね。ということで今回は全部引いても OK なラインナップとなっているぜ。今回は外れ枠が少なめなのでおすすめですね。自分に合った福袋を引くと良さそうだ。今紹介した詳細をもとに今週のラインナップを引くかどうか検討してみてくれよな。さて、以上が今週のアプデ情報だぜ。コーマ缶組のエクストラが続々出てきそうでさらに楽しめそうでした。もし少しでも役に立ったと思ったら、チャンネル登録はハードルが高いと思うのでコメントか高評価だけでもよろしくお願いします。また好きな推しお祈り優先すべきキャラ14選も紹介しているからよければ見に行ってみてね。それではここまでご視聴ありがとうございました。